修復された集合写真。これは古い写真の修復作業中に見つかった不自然な記録についての話です。もちろんこれは実在の事件や実在の人物とは関係のない架空の怪談です。ある日、写真修復を仕事にしている佐伯さんのもとに古い集合写真が送られてきました。依頼者の祖母の遺品整理で見つかったもので、昭和の終わり頃、地方の旅館で撮影された写真だそうです。畳敷きの大広間に十数人ほどの宿泊客が並び、奥には障子、右端には柱時計が写っていました。写真は黄色く変色し、人物の顔も傷でほとんど分かりませんでした。佐伯さんは写真を高解像度で読み込み、汚れや傷を取り除いた後、AI 修復ツールにかけました。すると、畳の目や障子の木枠、柱時計の文字盤までかなり鮮明に復元されました。修復は成功に見えました。ただ、一つだけ気になる部分がありました。写真の奥、障子の少し手前に黒い人影のようなものが立っていたのです。最初はカビか現像ムラだと思いました。古い写真ではよくあることです。佐伯さんは元画像を確認しました。確かに同じ場所には黒いにじみがありましたが、補正前はただの汚れにしか見えません。AI が汚れを人物のように保管したのだろう、そう判断した佐伯さんは、その影を目立たないように処理し、修復後の写真を依頼者へ送りました。数時間後、依頼者から返信が来ました。ありがとうございます。とても綺麗になりました。しかし、その後にもう一通、短いメッセージが届きました。一つだけ確認なのですが、写真の左奥に立っている人は消していただいたのでしょうか。佐伯さんは手を止めました。左奥に立っている人。それは、先ほど処理した黒い影のことです。佐伯さんは元画像の汚れを AI が人物のように補正していたため、不自然な部分として処理しましたと返信しました。すると、依頼者からこう返ってきました。そうですか。家族の話では、その場所には誰も立っていなかったそうです。翌日、依頼者から同じ旅館で撮られた別の写真が送られてきました。宴会の写真でした。畳の上に膳が並び、何人かが座っています。奥には同じ障子、右端には同じ柱時計が写っていました。佐伯さんがその写真を AI 修復にかけると、また同じ場所に黒い影が現れました。しかも今度は、前よりもはっきりと人の形をしていました。補正の強さを変えても、ノイズ除去を切っても、その影の位置と姿勢は変わりませんでした。佐伯さんが依頼者に確認すると、返事にはこう書かれていました。祖母は、この旅館の写真には、いつも知らない人が写っていると言っていました。写真を見返すたびに人数が違う。時になった佐伯さんは、他にも写真がないか尋ねました。すると、廊下、玄関前、客室の3枚が追加で送られてきました。どれも同じ旅館の写真でした。修復してみると、すべてに黒い影が写っていました。廊下の奥、玄関の内側、客室の障子の向こう。その影は、写真を追うごとに少しずつ手前へ近づいているように見えました。その夜、佐伯さんは5枚すべての修復を終え、フォルダに保存しました。PHOTO01、フォト02、フォト03、フォト04、フォト05。ところが、フォルダの中に見覚えのないファイルがありました。PHOTO06。依頼者から送られた写真は5枚だけです。6枚目など存在するはずがありません。サムネイルは真っ黒でした。出力ミスかと思い、佐伯さんはその画像を開きました。明るさを上げると、そこに映っていたのは佐伯さんの作業部屋でした。机、モニター、キーボード、本棚。そして椅子に座る佐伯さんの背中。その背後に、あの黒い影が立っていました。佐伯さんは反射的に振り返りましたが、そこには誰もいませんでした。翌日、佐伯さんは依頼者に5枚だけを送り、6枚目のことは黙っていました。しかし、依頼者からすぐに返信が来ました。ありがとうございます。ところで、6枚目は送っていただけないのでしょうか。続けて、こう書かれていました。祖母が言っていました。あの旅館の写真は、最後に必ず1枚増えるそうです。その写真には、次に見つけた人が写っている、と佐伯さんがもう一度フォト06を見ると、モニター画面の中に開かれたフォルダが写っていました。その中には、さらに次のファイルがありました。PHOTO07。佐伯さんはすぐにフォルダごと削除し、バックアップも消しました。それ以来、古い旅館の写真修復だけは絶対に受けていないそうです。佐伯さんは最後にこう言いました。古い写真を修復するのは過去を取り戻す作業だと思っていました。でも違うのかもしれません。見えなかったものを見えるようにしてしまう作業なのかもしれません。もしあなたの家にも古いアルバムがあるなら、そして誰も覚えていない人物が写っていたなら、安易に修復しない方がいいかもしれません。次の写真に写るのはあなたかもしれません。